はい、どうもしんです。本日もアークサバイバルアセンディットをやっていきます。本日はですね、オブズトールテイル、ウエストランドウォー、新生物、アマルドッゴ、事前情報まとめをお送りいたします。先日開催されましたエクストラライフ2024で、オブズトールテイル、ウエストランドウォーの新生物、アマルドッゴの情報が発表されました。アークサバイバルアセンディットが実装されまして、各ストーリーマップ、コーチドアース、アベレーション、そして今度実装されるエクスティンクション。こちらに追加の有料ダウンロードコンテンツとして新たなストーリーオブズトールテイルが実装されました。アークアニメーションでオリジナルキャラのオブが展開するストーリーとなっております。こちらで各マップに新生物と独特のオリジナルな建築物、スキンなどが実装されてきました。今回12月16日に実装予定となるエクスティンクションとともにオブズトールテイル最終章としてウエストランドウォーが実装されます。ウエストランドウォーに実装される新生物としてアマルドッゴの情報が公開されました。今回はこのアマルドッゴの事前情報をまとめてご紹介しようかと思います。その他の事前情報に関しては先日ライブの方でお送りしておりますので、こちらもご確認いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなどアークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では本編どうぞ。ではですね、まずオブズトールテイル、ウエストランドウォー新生物、アマルドッゴ、ビジュアルがこちらとなっております。犬ですね。エクスティンクションの生物であるため、独特のビジュアルを持っているんですが、過去のオブズトールテイル生物の中では一番実在生物に近いのではないかなと思います。調査書がこういった感じになっております。絵が結構可愛かったりするんですけども、結構いろいろ能力を持っているのでご紹介していこうかと思います。今回ですね、独特の能力としてアマルドッゴ、飼いならすだけではなくて、コンパニオンモードっていうのに設定ができまして、行方不明になったり、失う心配がありません。このコンパニオンモードっていうのがですね、サバイバーが行くところに忠実についてきてくれまして、水中でどこかに引っかかったりとか、気がついたら後ろにいないっていうことが回避できるようになっております。距離が離れすぎてしまった場合は、地面に穴を掘って、サバイバーの近くに出てきます。システム的に言うとワープですね。さらに死の淵に近づいた時も回復するために地面奥深くまで潜りまして、おそらく全回復ではないと思うんですが、ある程度回復すればサバイバーの近くにまた出てくるということになります。どこかのゲームで出てくるお供みたいな能力になってますね。これだけでもかなりの特徴となるんですが、真の能力としてはアマルドッゴ、騎乗できない生物ではあるんですが、通常の追従とは違ってサバイバーも気にせず自由に動き回って勝手に後ろをついてきてくれるというアークでは今までにない特徴的な生物となります。そして各種アタッチメントを使うことによっていろんな特殊能力を持っていることになりますので、次でご紹介していきます。続いてアマルドッゴ、騎乗はできないんですが、サドルの代わりにアタッチメントを装備することができます。かなり複数のアタッチメントが用意されておりまして、戦況に合わせて使い分けていただくという生物になっています。現状発表されておりますのが、こちらの12個のアタッチメントとなります。それぞれ詳しく見ていきますね。まずはバックアタッチメント。これはアマルドッゴプラスアルファで荷物を運ぶことができます。持てる重量が増えるということになりますね。なので何か収集する場合、採取とか運搬もそうなんですが、
クレートアサリとか重量に関わってくるものを代わりに持ってくれるっていうことになります。先ほどご案内した通り、自由に追従してきてくれますので、荷物としてはかなり便利になってくるかと思います。続いて、医療キット。これは緊急サポートを提供し、サバイバーが体力が減ると自動で回復してくれます。サバイバーで戦うタイプの人は有効的に使えるのではないでしょうか。PVP とかだとちょっと有効的っぽいですね。続いて、エクストラアーマー。アマルドッコ。戦闘ももちろんできるわけなんですが、エクストラアーマーはアマルドッコの防御力アップということになります。合わせて、スパイク。こちらは攻撃力のアップということになります。通常の攻撃プラスアルファでスパイクの攻撃が当たるのか、単純に近接攻撃力としてプラスアルファがつくのかはまだ現状わからないんですが、それぞれ攻撃アップ、防御力アップの戦闘強化としてアタッチメントが存在しています。そしてスピードバフは最も必要な時にスピードを急上昇させるというものがあります。ちょっとこの辺はですね、文字だけだと分かりづらいところにはなってくるんですが、アタッチメントはかなり中二心くすぐる見た目となってますね。使い勝手がどうなのか楽しみなところですね。続いて、ミートサックはアマルドッコに肉を結びつけているような感じになってるんですが、敵の攻撃を引きつけ、狭い場所での攻撃を緩和します。要は、おとり役ということになります。ここがどこまで使えるものなのかっていうところになるんですが、うまくトラップ誘導とかにも使えるのか、単純に回避的な部分での誘導になるのかっていうところは気になるところですね。続いて、フードバスケット。これはその名の通り、食料を運ぶことができます。荷物を預けておけるっていう部分にもなるんですが、供給が自動なのか、単純に持っていて取りに行くだけなのかと、保存期間がどうなるのかっていうところは気になるところですね。おそらくフード全体的なものになってくると思うんですが、バフ系の食料とか持たしておくと何かの時に使えるとかもあるかもしれないですね。ちょっとヒエノドンの出番が減ってしまうことが予想されるところにもなるんですが、どうなんでしょうね。同じように弾薬箱もついておりまして、こっちは弾薬を運ぶことができます。麻酔薬とか、麻酔薬が PVE ではほとんどになってくると思うんですが、PVP とかだと余計に弾薬使うと思うので、有効的になってくるかと思います。続いて、望遠鏡の能力を持っておりまして、強化された視界で探索をサポートとなっているんですが、これに関してはちょっとどういう能力か文章だけではわからないところもあるので、実装されてから実際どういう風になるのか楽しみなところですね。単純に望遠鏡の代わりをしてくれるのか、何か検知機能があるのか気になるところですね。続いて酸素タンク。こちらは共有の酸素を提供することができまして、水中でですね、酸素ボンベ切れて酸素切れになってしまうとかを防いでくれるというもののようでございます。おそらくこれは耐久力あると思うので、どこまでの供給がされるのか気になるところですね。酸素ボンベが足らなくなった時の臨時的な部分になるのか、それこそスキューバーつけなくてもいけるようになるのか気になるところですね。ロール寝袋は断熱性と移動可能な休憩場所を提供するっていうことになりまして、これもですね、断熱効果もあるようなんですが、どういう感じで作用するのか、ただこのアタッチメントをつけてコンパニオンモードで追従させていると耐熱効果がつくのか気になるところですが、休憩場所の提供となりますので、リスポーンができるのかどうかっていうところも気になるところですね。続いて、チビバスケット。こちらは通常チビペット一緒に連れて歩けるのが1個のみになっておりまして、その1個のみレベル上げをすることができます。チビバスケットに関しては追加でもう1匹チビペットを連れ歩けることになりまして、2匹同時にチビペットのレベル上げができるということになります。両方上げたい人とか、チビペットどうしてもですね、レベル上げ最大5個上げるまでに紛失してしまう
そして一からまた上げ直すっていうことになる場合結構あると思うので、その辺預けておけば予備として気に入ったチビペットをレベル上げできるという部分にもつながってきますね。以上、12種類がアマルドッゴに特殊能力を持たせてくれるアタッチメントとなります。追加のストレージから緊急時の回復、注意をそらす戦術まで、あらゆる状況でサバイバーをサポートしてくれる中堅ということになりますね。また、ここに関してはですね、おそらくモッドなどでいろんなパターンの能力付与されたものが追加されていく可能性もあるので、先が楽しみな生物でございますね。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、オブズトールテイルウェストランドウォー新生物アマルドッゴ事前情報まとめをお送りいたしました。何よりですね、騎乗できない生物ではあるんですが、気にせずコンパニオンモードで後ろをついてきてくれるっていうのはですね、結構ストレスなく各能力を使っていけるという面でかなり有効な生物にもなりますし、特に犬好きの方に関しては失う心配もないという部分もあるので、なかなか優秀な能力になってくるかと思います。特に重要なものとかですね、アマルドッゴに預けておけば、おそらくロストする心配も防げるかと思いますので、結構面白い能力になってくると思います。フィヨルドのフィヨルドホークとはまたちょっと違った安全回避能力になっておりますので、いい感じに住み分けもできてるんじゃないかなとは思うんですが、唯一イエノドンのミートパックと被るところが出てくるんじゃないかなっていうところがありまして、その辺がどういう住み分けされているのか、実際に能力を見てみないとわからないところにもなるので、実装が楽しみな生物ですね。実装を押さなければ実装後すぐクリスマスが来るので、いろんなイベントカラーを捕まえることもできるかと思うので、まだテーマ方法とかは出ていないですが、いろいろ楽しみな生物になっております。約あと1ヶ月ちょっとぐらいになるんですが、エクスティンクションとともに実装を楽しみに待ちたいところですね。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。